じゃあ早速今日は物件紹介です。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速入っていきましょう。はい、失礼します。どうぞ。はじめまして DIY カフェです。お願いします。お願いします。今日のお品書きこちらですね。はい。物件概要。物件概要。玄関。玄関。階段。階段。廊下。そして2階の3部屋と。2階の3部屋をご紹介。そういうことになりますね。はい。はい。じゃあまず物件概要ですね。はい、物件概要参りましょう。築がざっくり40年です。40年になりますか。はい。で 6DK。6DK。6部屋あるんで。広いですね。大変ですよ、大変。住宅街の一戸建てですね。はい。はい。で、まず玄関なんですけどね。もう見ていただいてる通り雰囲気は昭和っすよ。じゃあまず下からいきます？そうですね。ちょっとこの雰囲気全体を舐めていく感じで。雰囲気全体舐めていく感じですね。はい。じゃあこれで、はい。はい、まあ一般的なタイルですよね。そうですね。この前なんかちょっとお名前忘れちゃったけど、サンポールで磨くとめちゃくちゃ綺麗になるんで。あ、本当ですか。ぜひやってみましょう。やってみましょう。で次が上がりかまちですね。これかまちですね。立派な木なんで、僕は磨けば結構綺麗になるかなと思ってるんですよ。磨きましょう磨きましょう。使えるものは使っていこうかな。で廊下ですよね。まあザ昭和って感じで、これもなんか磨いてみようかなって思ってるんだけどね。そうですね。サンダーでダーッと。サンダー。いや、いいと思いますよね。まあ失敗したらクッションフロアってことで。はい。はい、で次が、階段があるんですけどね。階段があって壁がやっぱりこれなんとも言えん化粧合板。これ白くした方がいいのかなって思ってるんですけどね。そうですね。パッと見て明るい印象を入り口で持っていただこうかなと。そうですよね。じゃあ早速次行ってみましょうか。はい、行ってみましょう。次階段ですね。まずこの特徴的な緑色の踏み板ですね。踏み板が緑色ですね。これはもう絶対クッションフロアですね。はい。ちょっと見に行きましょうか。事務所感出ますね。なるほど。ね、確かに昔なんかこんな病院あったけどね。ありましたね。結構ところどころにこの緑色のマットみたいなの使われてるんですけど。そうですね。それからこの滑り止めはあれですよね。新しいのにしたいですよね。そうですね。ちょっとこの色合いもどうかなっていうところあるんで。はい。そうですね。あとはその側毛だとかケコミ板なんかは白くしたいですよね。白の方がいいと思います。なんかペンキ塗っちゃってっていう。そうですね。そんなところでいきたいですよね。どうしても2階に上がりたくなるような、そういう色合いでいきたいですね。いきたいですよね。はい、そうですよね。はい。僕もそんなつもりです。はい。手手すりありましたね。手すり、そうですね。手すりがですね、造形化ととても細くて、この手すりなんですよね。これ新しくしたいですね。これをね、このままはちょっとね太くしたいような気はしてるけどね。側と手すりのこの隙間ですよね。ここもちょっと安全上少し気になりますよね。なくすってことも危ないしね。そうですね。もう小さい子が体入れたりしたらちょっと事故につながっちゃった時に怖いんで。そうだよね。板入れたった方が、見栄え的にもいい、安全的にもいい。そうだね。ただ具体的にどうしようかっていうのがなんかな。ここの太さの板をもうそのままこの天井のこの高さまで持ってきちゃう。バーッとここでなんか合板みたいなのしてはいいかもしれないですね。でも全く見えなくなるのもなんかなって思うんだよね。だからなんかちょっと穴が開いてた方がなんかいいのかな。可愛いですね。気はしてるんだけどね。いいですね。はい。なんかそんな気はしてますっていう遊び心も取り入れて。なるほどなるほど。なんかイメージついたな。ありがとうございます。はい。しています。じゃあ早速今度と上がっていきましょう。よいしょ。レディーさんが一番最初に仕上げた部屋が正面です。そうですね。よいしょ。綺麗になりましたよね、本当にね。なりましたね。最初は大丈夫かなと思いましたけど、ここまで形にすることができました。
まあ今ちょっと床の方はね膝置き場になっちゃってるんですけど、天井も張りましたね。天井は大変でした天井はすごく大変だった。僕は一番天井が思い出深いですね、正直。天井にクロスを貼る、その準備も大変でしたよね。大変でした。焼いたを打ったり、いやー、やりすぎましたね。暴走でした丸のこで、寸法を合わせて、暴走でしたね、本当に。まあでも結構仕上がりは綺麗ですね。いいと思います。おかげさまで。もうこれ一人でできないですよ、天井の壁紙張りっていうのは。そう思いましたね。あとはこのクッションフロアですか。クッションフロアですね。クッションフロア、まあでも切るのが下手っていうのありますけどね。やっぱね、この本当に端っこ切るっていうのがね、まあ詳しくは動画見てほしいですよね。ご覧になっていただけると嬉しいです。このサイドの幅木ですよね。幅木っすよね。幅木についても苦労いたしました。隠し釘がですね、ポロポロ折れてしまう、そういう事象がありますよね。ちょっとどこ写しちゃうかな、こっちかな。この幅木の作業ですよね、これね。これが大変でしたよね。隠し釘が本当に、だからエアーの工具買うといいのかもしれないね。そうですね。エア釘打ち機はね。釘打ち機のご導入はいただける。何を言っているんだ児玉さんですね。その通り。次行きましょうか。こちらのドアもいい感じです。ドアもね、おかげさまで結構綺麗になりましたよね。もう穴も全く分かんないですからね、これ。穴ぼこ5、6個ありましたからね。ひどかったですね。気合でパテ埋めですよ。ね。木枠もね。はい、木枠も塗ってございますね。塗りましたよね。行ってみましょうか、次。2階は3部屋ですね。ここのリフォーム済みの1部屋目と、奥の2部屋目と、左サイドに3部屋目ですね。奥の2部屋目行ってみましょう。はい、お願いします。よいしょ。よいしょ。テイク2？いや、大丈夫です。まあなんとかね、古民家っぽいですね。古民家なんでね、ちょっと固めっていう見ていただいて分かるとおりですね、畳です。畳の色がもうこれ一回業者さん見てもらったんですけど、畳ふわふわでも使えませんよって言われましたね。新しい畳にすると、1枚1万円ぐらいだと言われたんで、まあ6万円から8万円ぐらい、まあそらないでしょって感じで、いやー高いですね。一つローリングにしようかなと思ってます。じゃあちょっと入っていきましょうか。窓ね、模様が草生えてますよね。そうだよね。これはどうしようもないからね。古民家あるからかもしれないこれね。最近の新築では必ず導入されないそうだね。はい。なんか床の間風のね、和な感じで掛け軸なんかかかってそうなやつですよね。なんかかかってたかもな。花瓶が飾ってあったわ。ここから荷物をね引き上げる。いや大変でしたよ。ここにタンスがだってもう4つぐらいあって、本当にね、ゴミ捨て舐めとったらあかんよ。本当に大変なんで。大変なんですね。大変だった。一人で持ってけないんで、僕ここでタンス解体して1個ずつ部品をね下に下ろしてたっていう、まあ動画ないですけどね。筋トレにはってこい。そうだね、筋トレ、まあそう簡単な運動にはなるよね。まあ淡々とやるだけなんですけどね。ちょっとね、壁なんですよこれ。ちょっと分かっていただけるか、この何とも言えない模様ですよね。そうですね。なんかね、ネズミ色が表現として正しい。そうですね、グレーですね。これなんだろうね、モルタルなのかな、なんとも言えない光沢のある。昔でいうこれも化粧剤だったわけですよね。いや多分ね、これはね塗装してるんですよ。塗装なのかモルタルなのかやってて、まあこれはちょっと悩んだけれども、白ペンキで塗るだけにしようと。半分塗ったんですよねこれね。塗りました。こちらが塗ったあるんですよね。ちょっとこう皆さんに見ていただいて、こう
まあこの塗った白で勝負しようかなっていうところですね。はい、そうですね。選んでいただけなかったらもうクロスです。そうですね。先ほどの部屋とこちらの部屋で、何が違うかというと、もうこの天井がですね。天井がですね、こういうことですよね。天井ですよね。天井が全然違いますよ。なんか屋根感あるよね。ありますね。木をやっぱ生かしたいと。できればね、せっかくの木なんで、なんか磨いて使えないかなって思ってます。なんか真っ白もなんか味気ねえかなって思って。そうですね。全部白塗っちゃうのもちょっともったいないです。ちょっとまあ僕も青いんでね、しょうもないこと言ってますけども。あとはまあ相当汚れてますわね。そうですね。これはもうクロス貼るしかないですね。そうですね。汚れ取っていき、クロスを貼っていき、この照明も新しくしていきたいですね。そうですね。なんとも言えない照明。そうですね。撤去ですね。じゃあ最後の部屋行きましょうか。行きましょう。よいしょ。よいしょ。最後の部屋今ちょっとリフォーム中ですね。そうですね。もともと畳が引いてありました。とりあえず畳は撤去したよと。で今洗い板が見えてる状態ですね。で壁もさっきのグレーの壁だったんだけれども、どうですか、見てわかりますでしょうか。もともとグレーのね壁だったんだけれども、じゃあシュウさんに頑張ってもらって白くしましたよと。結構いいですよね。ありがとうございます。苦労する場面もいくつかありましたね。割れましたからね。しっかり気泡抜きとか今回で勉強になります。ザ和室って感じでね作られてますよね。こっちも天井あれですからね。天井を見ていただくとさっきと同じような感じではあるんだけれど、屋根感はない、汚いけどねっていう。これもクロス貼って木のところはねそのまま残してっていう風でやりたいなと思ってます。あと下は床はフローリングでしちゃえばいいんでってやったことないんですけどクッションフロアは貼ったことあるんだけど、レダーそう皆さんの真似してねレダーを敷いて合板をそうですねどうしようかなっていうところですね。ザクッと以上ですけどね2回。そうですね。はいということでね以上ですよ。はい、今後もやっていきますんでね、また1回も紹介したいですね。また今度ね。そうですね。本日は自己紹介、そしてこの物件の概要からお伝えしていきましたね。そうですね。じゃあまた、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。